カジマックスの南西カバイツー、よろしくお願いします。マックス、今日はどこに行くんだっけ？今日はね、僕の一番好きなアクティビティなんですよ。好きなアクティビティ？なんかちょっと張り切ってきて。何？私手柄にならないこれ。硬？何？これは何？クッション入りのサイクリングパンツを履いてきました。クッションのサイクリングパンツ？そう。なぜかというと、今日は電動自転車で僕の好きなコースを回っていこうと思います。自転車か。そう。今日は自転車に乗るんか。乗る観光協会南小国町ので電動自転車を借りるようになったので、レンタル始めたので、南小国のいろんなスポットで行けるんですよ。アップンダウンがあるけど電動だから意外と大丈夫です。なるほどね。だから今日はちょっといろいろこう自然が満喫できるスポットいろいろ回っていきたいと思います。わかりました。じゃあ早速行ってみようか。はい、じゃあせーの、VTR スタート。ではやってまいりました。我々といえばおなじみの清らかさんですね。結構心配ないけど、これね、可愛いね。ね、可愛いよね。なんか思ってたより結構ちっちゃめな感じやね。こんにちは。まなみさん、よろしくお願いします。お願いします。いいバイクを2台乗りたいんですけど。なんかもう紙に書いてるとかじゃないんですね。QR コードで読み取って、こういう風に出てくるんですね。すごい。そう。この中でも簡単にパパって入れてすぐ使える。携帯でできるってめっちゃ楽やね。ねえ、便利だよね。意外と簡単に借りれたね。そう、もう一瞬だったね。ね、すんなりね。どうしよう、私本当2年ぶりなんや乗るのが。もう事故なく。こけたらもう置いていくから。そこは見捨てないでよ。気をつけて。はい。楽しんでいこう。楽しんでいきましょう。はい。じゃあ行きまーす。お、すごい。ビュンってなる、ビュンって。そう。結構ビュンってなる。すごいね。なんかさ、車で通ってたらさ、シュンっていっちゃうからさ、あんまりこのゆっくりね、まじまじ見ることないからね。いや、いいな、この田植えしてすぐの田んぼ。芋車。みんな芋車って知ってるのかな。多分知らないか。これ意外とみんな知らないかな。芋車ですか。そう。いいんですか。優しい。芋車です。調子がいい。そしてこれで何するかというと、中に芋が30分ぐらいで綺麗に白くなります。そう。綺麗に洗って、しかも皮も剥いてくれる、すごい奇跡的な。昔のなら火鉢でですね、するとバサラ美味しいです。ありがとうございます。見せていただいて。マックス、もう左側に見えてくるよ。最初のおすすめフォトスポット。ここね。そう。ここいいよね。かやぶき屋根のバス停ね。いやー、かわいい。到着。いいね。着いたね。すごくない、このかやぶき屋根。いやー、かわいいよね、本当に。なんかバス停ってなんかさ、都会のバス停とかってさ、これだけじゃん普通。これだけけど、これが一緒にくっついてきたらさ、すごく絵になるよね。なんかこんな手を込んだバス停はもう本当に南小国でしか見たことない。そうよね。町内にも本当に何箇所かねあるんだけど、私はここの場所が一番好き。写真撮ろっか。じゃあいいよ。はい、そこに立ちなマックス。なかなかないよね、バス停で写真撮りたいって。じゃーん。いくよ。はい、3、2、1。めっちゃいい。めっちゃいいよ。ちょっとカジさんの写真も撮ろうか。ほら、いい感じ。いいね。いいね。思ってないね。あんまり思ってないいいねだったの。じゃあちょっと。そうね、バス停。いいね。いいねしか出てこない。いいね。こんな感じでね、楽しめるというね。
車だと全然こんなさ登りきつくないのにやっぱきついねちょっと運動不足たたってるなこれ。ギア一番軽いのにしよう。もう一番軽いのにしちゃったあ、お、なんかマックス。お、春子さんじゃない？春子さんだ。春子さん。おーい。お疲れ様です。お疲れ様です。綺麗。これ今何が植わっとるですか？これはじゃがいもね。これはナスビ。これナスか。しそがまた。里芋もまだ芽が今からできる。おー、いいね。春子さんの作った野菜とかは最初に言った清良川瀬でも買えるんですよ。そうですね。この近くも入船という店をやってて、もうめちゃめちゃいい料理上手で、はい、そう。郷土料理がもうとにかく美味しい。マックスさんがそれ言うてくれるからありがたいです。初めて南小国に行った時に、旅行で来た時に春子さんの入船で食べて、その味とこう春子さんの人柄に惚れてこっちに移住してきたような感じだから、決め手だよね。本当に一番好きな人だよね。はい。妻に言ったら怒られる。そうです怒られちゃう。かわいい。いいね。ありがとうございます。ありがとうございます。よく気になります。いやいや本当によかった。マックス、あともうちょっとで南小国の縁結びの滝まで行くよ。おお、夫婦滝。夫婦滝やね。夫婦滝じゃなくて夫婦滝。そう、夫婦滝ね。見えたね。着いた。あと50メートル。50メートル。あ、着いた。やってまいりました。じゃん。夫婦滝です。もうね、読んで字のごとく。なんでこう夫婦なのかっていうのね、ちょっと行ってね。行ってちょっと見てもらった方がね、わかりやすいかもしれない。ああ、これね。見てください、この絵馬の数。愛誓いまくってますよ、ここから。すごいですからね、ここからいろんな人の誓われた愛の間を通っていく。抜けていって、あ、でも涼しい。ね、本当に涼しい。日本で一箇所。日本で一箇所。一箇所。夫婦滝と。ここにどんな滝かって書いてあるんですけどね。実際に、もうここから見えるよ。こちらでございます。じゃじゃーん。右が小田川っていう川で、こっちが女滝だよね。はい。で、あっちが田野原川で、あっちが男滝で、この2つのこう滝がね、一箇所で交わってるっていうのがすごくこう日本でもね、一つの川になっていくっていう。そうそう、珍しいって言われてる。日本でここしかないっていう説もあります。諸説ありね。諸説あり。すごい、今日水が綺麗やね。ねえ。あ、記念写真撮っとこう、マックス。じゃあ撮れるかな。どうしようか。違うか、こっちか。イエーイ。すごい。いいね。こりゃいいわ。相棒のパートナーが見つかりますようにお願いします。ナムー。誰か導いてくれ。お願いします。私より本気でした。次はじゃあマックス、あそこだね。小萩山稲荷神社に。そうカンちゃんの恐怖の場所。さあ、ちょっと今からが本番ですよ。今日のね。お、なんかちょっと開けてくるかな。あ、ちょっともうちょっとしたら開けそうな。お、草原だ。開けてきた。すごいね。さっきのなんかこうまた森林浴と違う感じね。ねえ、全然違う。あ、しかもこれはこれでまたいいわ。綺麗。お、下り坂だ。上り坂。うわめちゃんとね、この羊ちゃんたちも草原を守るためにね、しっかりこの草を食べてくれてね、
ここを降りていけると思ったら大違い。まっすぐ。あと 2.4 キロ。ちょっと待って、もうね結構きついんだよなこれ。わ、でも綺麗だよ。綺麗やけど、綺麗やけど。いいね、景色が。ちょっと自転車気持ちいいね。着いた。やったぞー、カジさん。すごい。きつい。えぐい。ここもさ、ご利益稲荷神社なんだけど、縁結びとかなんよ、恋人探しとか。なんでだと思う？僕が聞いた話は、昔の人たちがここ登って聞いた牛とか亡くなった牛とか馬を探してて、遠く見えるから、そこからこうその失ったものが見つかる。だから恋人まだ見つかってない人も登って探したら見つかるかもしれないよみたいな話を聞いたことある。でもなんかふんわりそんな感じ。そそうの牛とか馬、ここ放牧地とかだから、その逃げていなくなっちゃったみたいな時にみんなここでお祈りしたら不思議なぐらい見つかったんだって、その牛とか馬が。だからなんかそれがこういろんな噂が広まっていって、そういうなんか恋人探しとか良縁に恵まれますよみたいなご利益らしい。じゃあ遠く見えるのは関係なかった。関係ないと思う。いや、僕もちょっと不思議思ったよ。だってまあ遠く見えるけど、そんなピンポイントちっちゃい牛見つかるかと思ったけど。でもね、ちょっとさっきの坂からのこの階段がきついんよね。もうねボロボロなんよ。逆で歩いたらその降りていく感覚になるかもしれないよ。絶対ならんわ。絶対こけるから。今ガタガタだから足。カランカランで。よし。とか。相棒のパートナーが見つかるように頼みます。どうか。お願いします。お願いします。よし。あとね、マックスほら、あそこにちょっと見えてんだよね。そう、新しくできた例の2022年の春に新しくできた小萩山草原テラスです。皆さんね、早くこの絶景を見たいと思うんですけど、しばしお待ちを。よいしょ。じゃーん。すごいね。どうぞこちらです。じゃじゃーん。絶景。すごい。今登ってきた坂も全部見える。すごい。最高だわ。いやー、気持ちいい。これ気持ちいいね。あっちのね、ちょっと今日霞んでるんですけど、五阿蘇五岳が涅槃像が綺麗に見えるんですよ。いやでもこれすごい。あそこハートマークない？そうハートマーク。すごい。それも最近できたらしいよ。こっちもあって、こっちもあって、あそこにもある。本当だ。すごい。知らなかった。すごい綺麗なハートマーク。ここもドローンの一つのそういうドローン手形を使ったら飛ばせるスポットだから、ドローン飛ばしてそのハートマークとか温泉マークをご利益しかないじゃない。ね。うわー、すげえ気持ちいいけど怖い。やっとここまで下ってきたね。もうマックスお腹空いたよ、私は。いや、僕もだいぶ前からお腹空いた。この先はあれあるでしょ、ワンカフェ。もう私愛してやまないワンカフェ。そこちょっと寄ってなんか美味しいもの飲んで美味しいもの食べて、ゆっくりしようぜ。たどり着いた。到着。こんにちは。お世話になります。今日は甘味を求めてやってきました。頑張ってきました。頑張ってきたところだけど、パイは完売しました。パンが。くっそ優しい。失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。大阪のおばちゃんみたいな。皆さん優しい。いっぱいもらいました。皆さん。なんかあるんですか、まだ。レモンスカッシュあります。レモンスカッシュは。レモンスカッシュ。美味しそう。もうなんか塩さんのおすすめ体力回復ドリンクを。リポビタンでいいかな。リポビタン。スカッシュで。いいですか。
やってきました。ホ美味しそうットドッグと飲み物です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう今すぐかぶりつきたいので食べてもいいでしょうか。どうぞどうぞ。も幸せ。う油断したら二口でいってしまうパターンです。これはもういってほしい。めっちゃ美味しい。外がカリッとして中がふわふわで、で具具がもういっぱい入ってジュワーってなります。めっちゃ美味しいね。パンは小国号の手作りをされてるおばちゃんから毎朝焼きたてをもらってます。じゃあドリンクもいただいて、スムージーを作ってそれに炭酸水とレモンのシロップを入れてみたいな感じで氷じゃなくて全部飲めるみたいな。目が3倍ぐらい大きくなった。潤いましたね。もう大きいです。冷たさがすっごい優しいです。ガツンってくるんじゃなくて、そう程よい冷たさとこのレモン染みますね。夏場にもってこいかなと。なんですね。本当わかるんですよ、このあーってなるの。あ、美味しいね。やっぱりジャージ牛乳すごいだって味濃いっていうか、そう濃ゆいからなんかすごいいいなんかクリーミーな感じの。でもまあやっぱアイスコーヒーだからすごいすっきりしてて美味しい。ちゃんと美味しくなれ美味しくなれって言ってから続いてます。魔法がかかってるのよ。もう一個前の朝ドラだった。塩さん改めてなんですけど、このワンカフェさんってどんなお店ですか？コーヒーブレイクをしてもらうようなちょっとみんなで休憩してもらえるようなコンセプトで作ってるので、もう誰でももういつでも来ていただいてゆっくりしていただく。でもなんでそのドッグラン付きのカフェにしようと思われたのはなんでなんですか？愛犬がおりまして、このワンカフェの犬にマークですね。そうね、このなんですけど、うちのワンコたちを遊ばせたいという気持ちもありつつ、あと観光客の人でワンちゃん連れで来てもちょっと休憩させるところ、ワンちゃんを休憩させるところがないので、まあちょっとご自由に使ってくださいみたいな感じでドッグランを作りました。いやでも本当になんか観光協会にいるときよくそういう問い合わせがあるんですよね。もう今ワンちゃんも家族だけみんなでなんか旅行に来る人が多いんですよね。今後それこそ3年目4年目5年目ってなっていくにつれて、塩さんがワンカフェこうしていきたいなみたいなのってあったりしますか？うちだけじゃなくてここの場所で日曜マーケットみたいにしてたまには振り回してるんだけど、近所のおばちゃんたちの採れたて野菜を売ったりとか、なんかもっと地域の人も使って観光客の人も来てなんかみんなで楽しいみたいなのになるといいなと思って。最高ですね。なんかここならなりそうだよね。いやだってね、その始まった時からだいぶなんか広がってますもんね。どんどん広がっていくんだけどですね。そうもう5年後にはビルが建ってます。やばい。ここビル建っちゃう。ビルが建っちゃいますから。高層ビル。そう高層ビル。ワンカフェ高層ビル。到着しました。かいちゃんは？あ、いたよかった。到着しました。今日どうだった？そうね、一時は本当にどうなることかと思ったんよ。いやもうだいぶ心配してた。そうたどり着けんかなって思ったんやけど、一個ずつちゃんとその景色とかさ、その匂いとか、それがこう車じゃ感じられないものっていうのがしっかりなんかこう自分の肌で感じることができて、なんか改めて自転車だとなんかきついけど楽しかったなっていう感じだった。登った先の景色の達成感とか。あれはね、本当疲れを忘れそうな感じだったね。忘れはせんかったけど。これは多分一番こうチャレンジャー向けのコースで、もう2年半全く走ってないかじちゃんでも一応まあちょっとこうヒヤーって言いながらまあ回れたってことはね。だから多分皆さんも余裕で乗れるんじゃないかなと思います。これぐらいの余裕です。何も問題ないです。ちょっとねおかしいけど。カジマックス南山ヨガボーイ2。また見てねー。